進化を燃やしてぶっ潰す。武田浩平です。よろしくお願いします。全員同時に愛してやる。もともと僕は仮面ライダーを、昭和の仮面ライダーを父親とかとVHS でよく見たりとかしていたんですね。まさか自分がその仮面ライダー作品にご縁があるとは思っていなかったので、オーディションとかも受けては来なかったんですけど、オーディション進んで仲間がそれこそ、仮面ライダー牙で同じ戦やった加藤圭介君とかがオーディションを受けているのは知っていたんですけども、ある時にちょっとオーディション途中なんだけど来てくれって言われて、最後の2回前ぐらいでなんでだろうと思って行ったんですけど、どうやら一つのキャラクターにはまる人がなかなかいないということでオーディションを受けたんですけど、僕もその時はどうすればいいか分かんなくて、自由にいようと思ったんですね。あまり肩肘張らず自分のマイペースでやろうと思って、でその時ちょうどオーディション中もちょっと僕風邪とかひいていて咳とかしてたんですよ、普通に。ですいませんちょっと鼻かんでいいですかじゃないですけど、オーディションの会場ちょっとすいませんで退席して失礼になっちゃうんでね、中で外で出て戻ってきたりとか、本当に自由に自分のその時の気分でやってたんですよ。そしたらたまたま紅音やった役なんですけど、すごく自由な生き方をする、ここにいたって思ってもらえたらしくて、あまりにも自由な僕のスタンスから紅音やった役がなんでしょうね、あったということで選んでいただいて出演することになりました。そうですね、結構アドリブが多い役というか、アドリブが多い役、自分がアドリブをするのが好きだったんでいろいろやったりとかしてたんですけど、決められたことをやらなきゃいけないっていうのはもちろんルールとしてあるんですけど、キャラクター的にもそういう枠から外れた方が面白いということでいろんなことをやらせていただきましたけど、普通に真面目なシーンでラーメン食べてるシーンで目になるとはめて芝居してたりとかあとはセリフを勝手に増やしてみたりとかっていうのをやってたんですけど、結構スタッフさんとかもそれでノリノリになってくれて、僕がすごく自由にやってたって思われがちなんですけど、実はその紅音やって役は意外とスタッフの皆さんで作り上げたというような役になってますね。だからそれが印象的でした。ちなみにそのアドリブで怒られてる、ありますよ。やりすぎて勝手なことするなってよく石田監督に怒られてました。石田監督って仮面ライダーシリーズをよく撮られてる監督さんなんですけど、ハマればたくさん褒めてもらえたんで、非常に怒られつつも楽しかったなと思います。あとは田崎監督っていうもう仮面ライダーシリーズももちろんですけど、たくさんの、映画を撮ってる監督からもよくまたやってるよあいつって思われてはやってました。はい、僕は音楽が好きなんで、すごくバイオリンはやったことはないですけど、音楽に傾向して生きていく姿っていうのは非常に共感できるところはあったんですね。芸術的であったり、人の人間として人生を表現していくっていう姿はすごくたくさんの人にも共感を得たんじゃないかなと思うんですけど、別に僕が結婚しているからっていうわけではないんですけど、女好きっていうのはまさに共感できないというかだってすごいですよね。自分が好きな子いるのに全然違う人と恋愛して子供作って、悪かった俺こっちが好きだって結構なかなか破天荒な役なんで、なかなかねいやもちろん共感できますよって言いづらいですよねいいんですけど、素敵な生き方だなと思いますけど、僕はなかなか共感難しいとこかなと思います。だって僕が共感できますって言ったらよくないじゃないですかはい。実はこれはものすごくあって、最初に、きっかけはですね、僕がちょうど30歳ぐらいで進路に迷っていたんですね。人生の岐路に立っている時に、大森プロデューサーという、牙の時は一番若手のプロデューサーだったんですけど、ビルドでチーフプロデューサーさんになりまして、僕にすごく合う役で、ぜひやってほしいっていうふうにお声掛けいただいたんです。でその時に最後のつもりじゃないけど気持ちとして
ちょっと頑張ってやってみようと思って、お話打ち合わせに臨んだんですけど、大森プロデューサーから言われたのが、主演の犬飼敦弘君と、準主役の赤楚衛二君、この2人をなんとかこう支えてほしい、この2人のために、ライダーで経験したこととかをこう作品に注ぎ込んでほしいというようなお話をいただいてですね、もうもちろんですというところで、犬飼君はもともと知っていましたし、赤楚君は知り合いもいたりとかして、すごく素敵な2人とも素敵な俳優さんだったので、この2人をもう担ぐじゃないですけどいう気持ちでやらせていただきますっていうふうに受けたのがきっかけですね。でその時にやっぱり前回そのライダーをやらせていただいた時に、現場で頑張ったら頑張った分だけ作品が良くなっていく様とか、みんなで力を合わせてやっていくんだっていうものをですね、紅音をやった時にスタッフさんに支えていただいたので、その経験をですね、僕もその2人を支える、2人をかっこよく見せるじゃないですけど、そのために全身全霊つぎ込んでやろうというふうに思いました。やっぱりそれは騎馬の経験があったからできたことかなというふうに思います。はい、もちろん僕はすごく、今回その仮面ライダービルドでは、ちょっと年上でお兄さん的なポジションだったんですけど、その時一緒だった、玄徳役の三上健生さんが僕の1個上で、一緒に、クリスの仲間であった栄心君って、それこそその後今日から俺はとかでメインキャストやったり、キングダム出たりとか、活躍今悪魔ゲームでもすごく活躍されてる俳優さんなんですけど、その彼も同い年で今でもすごく仲良くご飯食べに行ったりとかしますし、犬飼君はその後、共演とかさせていただいたりとか、赤楚君も連絡取り合ったりとか、もうとにかくその4人のライダーはとその栄心君とか含めてめちゃくちゃ仲いいんで、今でもよく連絡取り合ってますし、めっちゃいい感じです。男同士のみたいな、本当にあのまま仮面ライダーの役のままぐらい仲良くやってますよ。はい。私生活の変化はものすごくあります。やっぱり街を歩いていれば、その仮面ライダーの役の名前で、たくさんの人にお声掛けしていただいたりとかもしますし、なんかそういう子たちの見本になれるような人間になれればいいなとは思うようになったりとかするようになりましたし、自分がこうライダーをやったことでたくさんの人に応援していただいているっていうような思いもあるんですけど、逆にそういうふうに声をかけていただいたりだとか応援してくださる方々に対して、恩返ししたいというかパワーをいただいていると思うんですね。頑張んなきゃいけないとか、この人たちに何かを返したいって思えるようになったので、なんか一人でこう頑張ってるっていうわけじゃなくて、こういう人たちに支えていただいてるんだとか強く思うようになりました。だから他の作品やっても、例えばじゃあ和美があの役だったけどこういう一面があるんだとかいうのもやっぱり仮面ライダー基準で皆さん見てくださったりするので、一つのこの自分の軸になっているので、仮面ライダーという作品がなんかそういった意味では作品にも恩返ししなきゃいけないなとか、見てくださる方々にも恩返ししなきゃいけないなっていう思いは常に持つようになりました。自分のやりたい役で言えば、そうですね、もう仮面ライダーとかヒーローはやったんで、悪役もでもドラマではちょっと悪い人もやったりもするんで、やってない役で言うとちょっとお医者さんとか、あとは政治家とかの役をやりたいなと思ってます。なんか専門用語いっぱい喋って白衣着てみたりとか、あとは国のために生きる政治家さんとかやってみたいなって思います。なんか世界が平和になるためのみたいな、みんな仲良くしようぜっていう政治家さんがとかの役もいいかなって思います。僕にやってもらいたい役とかあればぜひコメントしてくれたら嬉しいです。参考にさせていただきます。皆さんいろんな人が見てると思うんで、どんどん書いてください。お願いします。